皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。皆さん、もうすぐバレンタインデーですね。皆さんの国ではバレンタインデーはどんな日ですか？恋人同士がプレゼントを交換したり、男性が女性に花をあげたりする国も多いですかね。でも、日本のバレンタインデーはちょっと独特です。今日はそんな日本のバレンタインについて、そして私のバレンタインの思い出なんかもお話ししようかなと思います。まず、日本のバレンタインデーは2月14日。皆さんの国と同じ日だと思います。バレンタインデーと最後まで言わずに、バレンタインと呼ぶことも多いです。じゃあ、日本のバレンタインデーの何が独特かというと、日本ではバレンタインデーは女の人が男の人にチョコレートをあげる日なんです。アニメやドラマでもバレンタインデーの日に告白する女の子とか、好きな人のためにチョコを作る女の子がよく出てきます。小さい時からそう習っていたので、高校生ぐらいの時に友達が海外だと男の人が女の人にプレゼントをあげる日らしいよって教えてくれるまで、日本だけ逆だとは知りませんでした。友達に言われた時も、またまた、そんなわけないでしょうって思っていました。しかも、海外だとチョコレートだけじゃないんですね。あげるものも。お花だったりとか、コスメとか、わからないですけど、お菓子じゃないものもあげるらしいですね。バレンタインは絶対チョコレートみたいな感じで思っていたので、それも衝撃でしたね。はい。じゃあ、なんで日本では女の子から男の子にチョコレートをあげる日になったのでしょうか？日本にバレンタインの文化が入ってきたのは1960年代から1970年代頃のことです。当時は他の国と同じで大切な人に贈り物をする日だったみたいなんですが、いつからか女性が男性にチョコレートを渡す日になったようです。その理由はいろいろ言われているみたいなんですが、日本のお菓子メーカーのマーケティング戦略が大きく関わっていたそうです。お菓子メーカーがバレンタインは大切な人にチョコレートを贈りましょうみたいな感じでね、広告を出して、それが広まったらしいです。すごい大成功ですよね。今じゃあバレンタインの時期は、街がチョコレートだらけですからね。この文化が広まったのは、日本人の性格も関係しているんじゃないかなと思います。日本人は控えめな性格の人が多いので、好きですと言えない人も多いです。そんな中でチョコをあげるという行為は、言葉を使わずに気持ちを伝えられる、ちょうどいい方法だったのかもしれないですね。
あとね、バレンタインに関する日本独自の文化といえば、ホワイトデーというものもあります。これはバレンタインデーの1ヶ月後の3月14日です。男性から女性へお返しする日としてホワイトデーと呼ばれています。お返しはチョコレートじゃなくてもよくて、物でもお菓子でもいいです。クッキーやマシュマロ、キャンディーが定番のプレゼントかなと思います。はい。そして、これもよく考えたら面白いんですけど、日本ではバレンタインにあげるチョコを分類しています。どういうことかというと、誰にあげるかによって名前が違うんですね。例えば、本命チョコ。本命っていうのは、第一候補っていう意味です。いっぱい候補がある中で、これが一番重要だと思っているものみたいな感じですね。だから、これは好きな人だったり、恋人、パートナーにあげるチョコレートです。本命には手作りチョコを渡す人が多いと思いますね。もちろん買う人もいると思うんですけど、その場合はちょっと高めのね、チョコを渡すんじゃないかなと思います。そして二つ目は、義理チョコです。義理にはいくつか意味があるんですけど、この場合は建前という意味ですね。お互いの関係を続けるためにしなくてはいけないことです。なので、義理チョコは本命じゃない男の人とかにあげるチョコです。会社の上司とか同僚、クラスメイトにあげます。恋愛的に好きという気持ちではなくて、いつもお世話になってますという意味であげるみたいな感じですかね。この義理チョコ文化は正直好きじゃない人も多いので、だんだんなくなっていってるかもしれません。そして最後に友チョコです。これは友達同士であげるチョコです。特に学生や若い女性がやりますね。バレンタインをイベントとして楽しんでいるという感じですね。はい。で、私のバレンタインの思い出ですね。正直あんまりないんですけど、そうですね。別の動画でも言ったんですけど、私の通っていた中学校、高校は女子校だったので、女の子しか周りにいなかったんですね。だから特に好きな男の子にあげるとか、そういうことはなかったです。そう。これは女子校だったからかわからないですけど、みんなラッピングをしないでチョコを配っていたんですよ。タッパー、ジップロックとかに作ったチョコレートを入れて、はい、みんな取ってみたいな感じで配ってる人が多かったです。私もやってました。ブラウニーとか作ってタッパーにたくさん詰めて学校に持って行っていました。丁寧な子だとちゃんと一つ一つラッピングしてね、配ったりとかしていたんですけど、私は丁寧ではないのでタッパー派でした。あとね、これは完全に女子校あるあるなんですけど、男性の先生のことを好きになる子が多かったんですよ。周りに男の人がいないからね。
で、チョコをその好きな先生にあげたりしてる人もいましたね。でも先生に受け取っちゃダメな決まりだからって断られてしまって、すごく落ち込んでいました。私の友達ではないですけど、生徒が卒業した後に、その先生だった人と付き合って結婚した人とかもいるみたいです。だから私の習っていた先生の中にも、過去の生徒と結婚している人がいました。結構びっくりですよね。はい、ちょっと話が逸れてしまいましたが、今日は日本のバレンタインデーについてお話ししました。日本人はイベントとしてバレンタインを楽しんでいる感じがしますね。皆さんの国のバレンタインデーはどんな感じですか？もしよかったらコメントで教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。